最近物騒だよな。なんかいい方法ない？あるよ。2カメラ搭載で広範囲も追尾も同時に撮れる。日中帯も固定と追尾、夜間も固定と追尾。もう見逃さねえよ。アンカーの2カメラ搭載セキュリティカメラが頼もしすぎる件、実際に設置して見ていきます。いやあ、皆さんこんにちは、七草です。今日見ていく製品はこちら、アンカーが出すホームセキュリティ製品を見ていきたいと思います。しっかりと皆さんの大切な愛車を監視するユーフィーのセキュリティカメラと、こっちはセットで使うと便利なユーフィーの AI ストレージ、主にこの2点を詳しく見ていきたいと思います。アンカーは6年連続世界No.1モバイル充電ブランドで、セキュリティ関連製品は累計780万世帯以上で使われているみたいです。やはりセキュリティ製品なのでよく知っているブランドだと安心です。あとはサポート面ですが、日本語で手厚いサポートをしてくれるのも魅力です。ユーフィーのセキュリティカメラ、様々な製品がありますが、今回はおすすめのモデルを見ていきたいと思います。その名もユーフィーのユーフィーカム S4 という最高峰のセキュリティカメラです。開封しながら中身を見ていきましょう。ソーラーパネルでかいな。本体は存在感あります。取り付け用の部品もありました。はい、中身を取り出しました。これで全てです。それじゃあ詳しく見ていきましょう。まずは本体から。S4 の大きな特徴ですが、カメラが本体に2台搭載されています。上のカメラが 4K の固定カメラで、水平方向に180度、垂直方向に30度撮影できます。下のカメラが 2K の追尾式で、水平方向に360度、垂直方向に70度撮影できます。人物やペットの動きに対して自動追尾も可能です。ここに鍵のマークがあって、背面に取り外し方が書いてありますが、ここにバッテリーが入っています。ここにあるようにネジを1本外すみたいです。設置した状態だと下の部分です。ここのネジを外すんですが、ここバネが入っていてネジが落ちないようになってます。はい、ネジを外したらここにも書いてありますが、スライドしてロックを解除します。こっちから見るとこんな感じ。スライドして引っ張ったら蓋が外れます。で、これがバッテリーってわけですね。ユーフィーのロゴ入りです。バッテリーに直接 USB-C ポートがあるので、バッテリーを取り出して充電もできます。充電に関してですが、カメラの裏側にもこの蓋を開けると USB-C ポートがありますので、バッテリーを外さなくてこのままでも充電できます。その下にネジ付きの蓋がありますが、ここにマイクロ SD カードを入れることができます。ここやや小さめのドライバーが必要です。昔ミニ四駆やってた時代のドライバーがたまたま出てきたので、これで開けることができました。ここもネジ落ちないタイプだね。 S4 は本体にもともと内蔵メモリ 32GB 分持ってますが、もっと拡張させたいって時にマイクロ SD カードを使って容量を足すことができます。その下はフュージョンリンク用のポートみたいです。 128GB のマイクロ SD カードがあったのでこれ入れておきます。取り付け用のプラスチックですが、これが結構重要で、壁に設置する方はこんな感じでネジで取り付けます。で、本体を取り付けるっていう感じですね。本体にはまったら両サイドからネジを止めるっていう感じです。フィルムをペロってめくると、固定カメラ部分は左側がレンズで右側がセンサーですね。追尾式カメラはデュアルレンズになっています。で、ここにセンサーがあります。この両脇のオレンジと青いのは警告灯で、ここはスポットライトです。スポットライトは固定カメラ側にもあります。はい、次、ソーラーパネルですが、大きいですね。素材はこんな感じで、メッシュ素材の中にソーラーパネルが見えるっていう感じですね。で、このソーラーパネル、カメラと一体型にして設置することもできるんですが、延長ケーブルを使ってソーラーパネルを別の場所に設置するっていうこともできます。なのでカメラに日が当たらなくても、ソーラーパネルに日が当たれば充電できて使えます。裏ですが、真ん中に固定のネジ穴があって USB-C のケーブルが直接出ています。取り付けてみますか。ここから土台だけ外して、これだけをネジで固定します。で、パネル側にこっちをくっつけて合わせて止めれば OK ですね。で、ケーブルは USB-C ポートに接続します。はい、できました。一体型で取り付ける場合はこんな感じですね。カメラを設置するところに日が当たる場合はこの状態で OK です。で、このような3メートルの延長ケーブルもあって、先ほどはこのソーラーパネルのケーブルをこの本体に接続しましたが、本体に延長ケーブルをつないで反対側にソーラーパネルをつなげば、カメラ本体は日光の当たらないところに設置して、ソーラーパネルだけを日光の当たるところに設置するということができます。
延長ケーブルは奥まで挿せるようになっていて、雨が降っても問題ない仕様になっています。そしてこのセキュリティカメラ S4 ですが、設置する前に一度だけ充電しておけばソーラーパネル搭載なので、設置後の充電は基本不要です。今回の S4 のソーラーパネル、従来の 3W と比べて 5.5W 充電となっていますので、1日1時間だけ太陽に当たっていればバッテリーが切れることなく使っていけるみたいです。はい、あと USB-A to USB-C の充電ケーブルが入っていました。あとは設置用のネジ類と説明書類が入ってます。そして設置についてです。こちらはオプションになるんですが、壁に穴を開けたくない方、カーポートなどの柱に設置することもできます。中身はカメラを固定する鉄板と金具です。イメージはこんな感じで設置します。これなら家の壁に穴を開けなくても設置できますね。鉄板にこのように設置しましたので、こんな感じに設置することができそうです。金具にはインシュロックが止まってますので、これはカットして最初はこのように丸まってますので、これを一旦開いてここに入れるっていう感じですね。これ説明書にも書いてありますが、手袋して行ってください。結構これ硬くて怪我しちゃいけませんからね。固定したい場所でネジを倒したネジを締めたら固定できるっていう感じです。はい、イメージはこんな感じですね。ケーブルは鉄板の穴の中を通しています。セキュリティカメラ S4 のイメージはこんな感じです。はい、使用するにはセットアップが必要なんですが、これが結構簡単にできます。まずは Eufy のアプリをインストールします。検索で Eufy と検索してもいいですし、説明書に QR コードもあります。インストールできたら Eufy のアプリを開いて、右上のプラスからデバイスを追加を押します。対象の製品を選ぶんですが、セキュリティからバッテリーカメラを選びます。で、今回 S4 ですので Eufy CAM S4 を選びます。デバイスをどこに設定するかを決めたら次へを押します。はい、そしたらカメラが立ち上がりますので、許可を押して、ここで S4 の後ろにある QR コードを読み取ります。そしたら接続したいネットワークを選択します。ひとまず S4 単体で考えるので Wi-Fi ルーターに接続を押すと、カメラ背面の SYNC のボタンを押せって書いてありますね。背面のここのボタンです。これボタンだったんだ。これを2秒間押します。ピーッとなりましたので次へを押します。そしたらご自身の Wi-Fi ネットワークに接続してください。接続ができたらデバイス情報の同期が始まります。はい、正常に追加されましたので次へを押します。そしたらここでファームウェア更新の確認が入りまして、新しいバージョンがあるみたいなので更新してバージョンを最新にしましょう。更新がある場合はセットアップ段階で自動でここに表示してくれるので便利ですね。はい、しばらく待っていたら更新成功しました。完了を押します。そしたら設置する前にバッテリーを充電してくださいねっていうのが出てきます。説明書読まなくてもバッテリーの外し方とか充電の仕方とかここに出てきますね。これは優しいですね。細かく出てくるのでほんとこのままやればできますね。はい、ここまで来ました。カメラのフィルムも外してくださいとか、ここまで細かく出てくるんだ。優しいね。はい、次ですが、ここでカメラを取り付け場所に持って行って Wi-Fi の強度を確認しますとあります。テストを開始すると、その場所が映って電波が良好かとかが分かります。問題なかったら次に進みます。次、設置の仕方が出てきますね。取り付けたい方法を選択すると必要な材料も出てきます。あとは設置の方法が出てきて、ここで実際に設置していく感じですね。はい、ここまで来ましたらソーラーパネルのテストがあります。ソーラーパネルを接続していない場合はここで接続してテストします。はい、ちょっと飛ばしますが、設置方法は人が正面から向かってくるようには設置しない方がいいみたいです。このように設置して人の動きが分かりやすい位置に設置した方がよりよく検出されるみたいです。あとはカメラを揺れる木に直接向けたり、道路上の車や歩行者に直接向けることは避けた方がいいみたいです。カメラの設置場所を選んで、そこの名前を設定します。音声設定をして、通知に関してのお知らせをテキストのみなのか写真付きにするかとかを選びます。 AI トラッキング、これが自動的にカメラが追尾したりズームインして動くものを追跡したりする機能なので、これはオンにしときましょう。はい、ファームウェアはさっき更新したので最新バージョンです。はい、お待たせしました。ここまででセットアップ完了です。では実際に設置していきましょう。はい、いつもの作業場のパイプに設置していきたいと思います。このようにどこかに巻きつける形であれば穴開けや工事も不要なので簡単に設置できます。防犯カメラの設置は業者じゃないと難しそうとかそんなことはないですし、充電に関しては定期的なバッテリー充電が面倒とかあると思いますが、1日1時間太陽に当てておけば一切手動で充電する必要がないので、一度設置しちゃえば OK。 導入にあたってのハードルを解消していると思います。では S4 を取り付けましたので Eufy アプリから見ていきます。はい、アプリから S4 の中に入ってみると、このように上が固定カメラ、下が追尾カメラと2画面に分かれています。
下の項目からパンチルトを選ぶと操作キーが出てきますので、下の追尾式のカメラを水平方向に360度、これ周辺も映っちゃうんでモザイクかけています。設置位置の反対側まで撮ることができます。戻っていきます。今下のカメラを旋回させて360度を見ていますが、よくあるカメラですと追尾をしてしまうと元あった位置が撮れていないということになります。カメラがそっちの方を向いちゃうんでね。しかしこの S4 は2カメラ搭載なので、固定カメラでも元の場所を撮り続けています。はい、次上下行ってみます。下方向はほぼ足元まで撮ることができますね。はい、上行ってみます。上はここまでですね。上方向はそんなに必要ないですからね。次ですが、プリセットポジションを決めることができます。カメラの好きな画角を決めておけば、ワンタッチで素早くその画角に戻ることができます。他できることを見ていきます。動作検知ですが、検知の感度と検知の範囲を7段階で設定することができます。また検知の対象を選択することもできて、人物、車両、ペット、その他全ての中からそれぞれ検知したら記録するか通知するかを決めることができます。はい、そして検知する範囲も決めることができます。カメラの設置場所が道路に面している場合、通行人が通るたびセンサーが検出してしまうので、ご自身の敷地内だけとか好きな範囲で検出するように設定できます。次、首振り設定ですが、主に追尾に関してですね、AI トラッキングをオンにすると自動でカメラが追っていったりズームインしたりします。カメラの統合は2台のカメラが連携してより広範囲で動体を追跡します。首振り速度は5段階で調整できます。ライトの設定については明るさは自動で調整してくれて、アラームについては白ライトだとこのような感じでフラッシュのようなライトが点灯します。赤青ライトは外国のパトカーのような警告灯です。次ですが、盗難防止設定でカメラごと盗まれたり、カメラの場所が設置した位置から移動すると、カメラとこの後説明するホームベースからアラームが鳴ります。なので設置したらこれは有効にしておきましょう。次、ビデオ設定です。夜間モードの撮影ですが、デフォルトは赤外線になっています。白黒で撮れます。その他に明るい場所だったらそのままの向こうで撮ったり、検知するとスポットライト、フラッシュを焚いて明るい状態で綺麗に撮ったり、お好きなものを選択できます。ただこの S4 はスターライトカラーナイトビジョンという機能が搭載されていて、暗くても AI 補正によりカラーで確認できるんです。それはどこかというと、ここの AI 画像補正をオンにすれば OK です。あとは画質の設定もできますし、プライバシーゾーンでは画面のここは撮りませんというエリアを設定することもできます。例えばこんな感じ、左下を塗りつぶしてみました。このようにゾーンを設定すると画角の中の一部を取り除いて録画できます。それでは追尾機能を見ていきましょう。人物を検知すると下の追尾式カメラが俊敏に反応してターゲットを捉えます。このように検知をしたらその人物をしっかりと追い続けてくれます。下の追尾式カメラではその人物が中心に来るようにしっかりとね追い続けてくれます。カメラから少し離れたところでは自動で追尾するだけではなくズームインもしてくれます。こんな感じで固定のカメラでは一定方向を取りつつ、追尾式カメラではターゲットを追うということができますので、ほぼ死角はないと言ってもいいと思います。車両については検知をオフにしているため、どちらとも固定となっていますが、ナンバーは隠していますが三菱エンブレムしっかりと見えます。続いて夜間の映像です。まずは夜間モードを無効、 AI 画像補正も無効にした状態です。本来であれば比較的明るいところで使うモードです。撮影場所ほぼ真っ暗なところなんですが、これでも割と映ってますね。ただこのように素早い動きは少し見切れてしまいます。暗くてもズーム機能は作動しています。夜間モードも AI 画像補正も無効にする場合は比較的明るい場所がいいと思います。続いて夜間モードは無効のままで AI 画像補正は有効にした状態です。これがスターライトカラーナイトビジョンで、暗くても AI 補正によりカラーで確認可能です。 AI モードを有効にすると素早い動きにもカメラがついてきました。真っ暗なところでも服の色とか車の色がわかりますね。暗くてもしっかりと自動でズームインしてくれます。次が夜間モードを赤外線、 AI 画像補正は有効にしています。夜間モード赤外線は初期値の設定です。やはり夜間専用とあって映るものの形はしっかりとわかりますね。素早い動きにも反応してくれます。白黒映像で構わない場合は赤外線でいいと思います。赤外線でも追尾ズーム問題ございません。
続いて夜間モードをスポットライトにした状態です。 AI 画像補正は有効です。これはカラーで明るいですね。というのも夜間に動きを検知するとカメラ自体のスポットライトが点灯しますので、フラッシュ付き状態で撮影する感じです。検知するたびこのスポットライトがつきますので、一番明るく鮮明に撮れる分バッテリーの消耗は激しくなります。あとはご近所さんの目も気になると思いますので、スポットライトを使うとしたら検知する範囲を適切に決めた方がいいと思います。もちろん自動ズームも問題ありません。明るいなこれ。ちなみに車の進入はこんな感じです。ライトが明るい分鮮明に撮れてますね。ナンバーは隠していますが、エンジンフードエンブレムのアウトランダーがはっきり見えているので、ナンバーもバッチリと見えます。映像についてはこんな感じでした。あとはスマホのアプリから映像を見ながら双方で会話可能です。じゃあ皆さんこんにちは、七草です。アラームの音はこんな感じです。かなりうるさいです。続いてもう一個の製品です。こちらは家に置いておくセキュリティカメラで撮った映像をこの製品に記録できるものです。その名も Eufy の Eufy ホームベース S380という製品です。セキュリティカメラの映像をカメラ本体ではなくこちらのホームベースに保存できるという製品で、カメラごと盗まれちゃったっていう場合でもこちらにしっかりと保存できます。あとは複数の Eufy カメラを一元管理できます。中身はこんな感じです。ではこちらも見ていきましょう。家に据え置きするホームベース S380、このような形をしています。背面には1つのボタンと USB-A ポートが2つ、LAN ポートが1つ、ここにご自宅のルーターと LAN ケーブルで接続します。ここは電源ケーブル接続ポートです。あとね、中身ですが、ここの上蓋を外すことができて、ここにハードドライブスロットと書いてあります。ここに後からハードディスクや SSD を追加してホームベースの映像を記録する容量を拡張することができます。またミニ四駆ドライバー使う機会が来た。ここのネジはポロッと外れます。はい、初期ではハードディスクのキャニスターだけ入っています。ハードディスクの接続部は SATA ですね。シリアル ATA という形です。ハードディスクまたは SSD のサイズは 2.5 インチです。はい、ここに書いてありますが、このホームベースにはもともと 16GB の内蔵ストレージを持っていますが、 SATA 接続部のハードディスクや SSD を追加することができます。サイズは 2.5 インチで容量は無制限と書いてありますが、正しくは最大 16TB みたいです。はい、ホームベース設置していきます。電源を接続します。そしたら前面のランプが赤点滅しました。その後赤点灯になりました。そしたらご自宅のルーターとホームベースを LAN ケーブルで接続します。はい、前面ランプが水色に点滅しました。ここで底面に QR コードがありますので、 Eufy アプリから QR コードをスキャンします。こちらも画面の指示に従うだけで簡単に設定できます。 SYNC ボタンを2秒間押してくださいと出てきましたので押します。ホームベースは正常に追加されました。なんか喋り出したぞ。ホームベースもファームウェアの更新がありましたので更新しています。前面のランプは水色の点灯になりました。このホームベースには AI が搭載されていて、人の顔を登録しておくと、登録してある人と登録していない人を区別することができます。なのでカメラが知らない人を検知した時だけ通知するとかできるんですね。こんな感じで登録できました。登録は複数人できます。次にセキュリティカメラ S4 とホームベースを連携させていきます。そうすることでカメラ単体ではなくホームベースに映像を残すことができます。 Eufy アプリのカメラのページからホームベース接続を押します。続行を押します。ホームベースを連携することで録画データはホームベースに直接保存されます。なので連携前にセキュリティカメラに録画していたデータはホームベースじゃなくてまたカメラに接続しないと見れませんよっていう通知です。はいを押します。ホームベースがオンラインになっていることを確認して選択。カメラとホームベースが 1m 以内にあることを確認して次へ。これでホームベースに接続しています。はい、接続完了しました。連携の設定はこれだけなんで非常に簡単です。ホームベース S380 はこんな感じでした。アンカーのセキュリティカメラは他にも種類があって、先ほど説明してきたこちらの S4 が最高峰のモデルなんですが、他にもこちらの Eufy Solocam S340 は追尾式のカメラが1台ついているモデルです。最初の1台だったり追尾式カメラをお探しの方にはいいと思います。あともう1台 Eufy の EufyCam C35 という小さなカメラがありまして、こちらは固定式のカメラなんですが、マグネットで簡単に取り付けできるモデルです。こちらは穴開けせず簡単
単に取り付けしたいとか、暗い場所でも鮮明に確認したい方におすすめです。3カメラの詳細比較ですが、大まかに説明すると、一番左の S4 が固定カメラと追尾カメラの2カメラ搭載、ソーラーパネルも 5.5W の大容量、スターライトカラーナイトビジョン搭載で、防塵防水規格も IP65、水没以外の雨や水洗いにも耐えられます。内蔵記録メモリーは 32GB で、ホームベース S380 に対応しています。S4 は全てが詰まったハイグレードモデルで、広い範囲を1台で監視したい方や徹底的に視覚をなくしたい方におすすめです。 S340 は追尾式の1カメラモデル、ソーラーパネルは 3W で、こちらもスターライトカラーナイトビジョン搭載です。防塵防水規格は IP55、内蔵メモリーは 8GB です。こちらはスタンダードモデルで追尾機能のカメラがついていればいいよという方におすすめです。 C35 は気軽に設置できるマグネットタイプの小さい固定カメラで、ピュアカラーナイトビジョンが搭載されていて、暗くてもカラーで確認可能です。防塵防水規格は IP67 で、記憶媒体については内蔵メモリはありません。 C35 は簡単に穴開けせずに設置したい方や、暗い場所でも鮮明に確認したい方におすすめです。ホームベース S380 には全て対応しています。最後に保証とサポートについてです。サポートについてはもちろん日本語対応で手厚いサポートをしてくれるみたいなので、質問等は気軽にお問い合わせしてみてください。保証についてはアンカージャパン公式オンラインストアに会員登録で最長24ヶ月まで延長保証できます。保証期間が過ぎても有償での修理には対応してくれるみたいです。ということで今回はアンカーのセキュリティカメラ、その中でもユーフィーのユーフィーカム S4 とユーフィーホームベース S380 を中心に見てきましたが、いかがでしたでしょうか。 S4 については2カメラ搭載で 4K の固定カメラで広い範囲を監視しながら 2K の可動式カメラで対象を追尾する抜かりのないカメラだと思いました。大切な愛車を監視したり、複数の不審者がいても全体を撮影しながら追尾もできますので、これはもう欠かせないアイテムだと思いました。ホームベース S380 に関してはセットで購入して連携させることで、カメラ側ではなくホームベース側に動画を記録できます。そのためたとえカメラが壊されたりカメラごと盗まれたとしても、映像はしっかりご自宅のホームベースに保存されますし、何よりもこれクラウドではなくホームベース本体またはホームベースのハードディスクや SSD に保存されるので、ローカルで使用できるのがいいですね。そのため外部の誰かに見られる心配はありませんし、何より月額もかかりません。あとは複数のカメラを一元管理できるので、複数台購入してさらにセキュリティを高めたいなと思いました。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車に関する便利なアイテムなど自由気ままにレビューしています。よろしければ今回の動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いいね、コメントでテンション爆上がりします。何かあってもなくても気軽にコメントまで。それじゃあ今日はこの辺で See you again!